皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げるのは、ロシア軍によるウクライナ本格侵攻、その現在の最大の激戦地であるドンバス地方、この地方における戦いで圧倒的な火力の差が出ることによってウクライナ軍が苦戦していると表明しています。この動画ではなぜそのような状況に陥っているのかについて解説を行っていきます。まず第一に、本格的な侵攻が始まってから100日以上が経ち、現在の主戦場はウクライナ東部に集中しています。ハルキウやもしくは南部のヘルソン州におけるウクライナ軍の反撃といったものは続いてはいますが、ロシア軍が最も欲しいと考えているドンバス地方にロシア軍の兵士、部隊、そして火力が相当量つぎ込まれています。これは開戦当初における侵攻のための理由とも関わりがあります。まず第一に、プーチン大統領はこの地域においてロシア系の住民らがウクライナ軍に虐殺されているんだといったことを一つ侵攻する理由として挙げていました。ただしこの地域においては停戦監視団など、特にヨーロッパ側からの人たちも結構入っていることによって、プーチン大統領の言うような地元住民に対するジェノサイドなどは起こっていないことがすでに報告されています。ですからこのような開戦理由そのものについては基本的にプーチン大統領のでっち上げです。ただしそのようなでっち上げであろうとも、このドンバス地方は自分たちが占領解放することによってロシア軍の方が正義であるということを言うための一つ政治的な区切りとしてどうしても必要な場所です。そのため現在でもドンバス地方は最も激しい攻撃にさらされているというわけです。さて、そのような激戦が続くことによって戦場における死者が最も多く発生しているのもまさにこの東部地域なわけです。ウクライナ軍はこの本格的な侵攻を受けて以来1万人の兵士が亡くなったのではないかと言われています。一方でロシア軍側の死者数は3万5,000人前後、そして6月中には4万人に達するかもしれないと言われています。ただし両軍ともにこうした戦死者数が何人いるかについてはそもそも正確に把握することは不可能に近い状況ですし、また正式にも発表はしていませんから、これはあくまでも推測の域を出ないものです。ただしおおむねの話として死者数はウクライナ軍側の方が少ないということから、ウクライナ軍が善戦している一つの証明だと言えるでしょう。ただしウクライナ軍側の戦死者についてはここ最近増えているのではないかと言われています。それが東部地域における戦いではロシア軍が圧倒的な火力を持ってウクライナ軍の陣地を攻撃しているからだと言われています。現在のウクライナ東部におけるロシア軍の戦い方というのは遠距離攻撃にかなり頼ったものとなっています。これは兵士の士気にあまり左右されないということから安定した攻勢をかけることができるからです。榴弾砲で砲撃するにしてもロケットを撃ち込むにしても、それらは実際の戦闘の場面からはどうしても遠い場所で行われる一つの作業ですから、兵士もそれほど厭戦気分が広がっているというわけではないわけです。ですから徹底的に遠距離攻撃でウクライナ軍の陣地や町などを破壊し尽くした上で、あまり戦闘が発生しないような状況を作り出した上で、さあ前進だ、占領地域を広げようというのがロシア軍の今の戦い方となっています。このような戦い方というのはどちらかというと第一次世界大戦に見られるような砲撃を主体とした戦い方と言われており、戦場の様相は現代というよりもむしろ前世紀に戻ってしまったとさえ言われています。ただしこの戦い方というのは物量を用意することができるのであれば、それはそれで有効な戦い方だと言えます。このような現地からのニュースを受けて日本においては欧米各国から支援を受けているのになぜそれほどの火力差がついているのかとちょっと理解に苦しむ人たちがいます。そのために日本国内においては提供された武器をウクライナ軍の中で横流しする人がいて、全然戦いに使われていないのではないかといったことなどを言う人たちもいます。そのような指摘というのはウクライナが旧ソ連構成国であり、長い間行政もそして軍も腐敗に苦しんでいたといったことから出てきた発言でしょう。しかし現実においてはそのような腐敗によって失われる量よりも圧倒的に問題として、そもそもの保有している弾薬や榴弾砲の数がウクライナ軍の方が少ないという話が前提として考えなければならないことです。そもそも論の話で言えば、ロシア軍とウクライナ軍はその装備の数から言って戦闘機、戦車、ヘリ、そして軍艦などを見ても圧倒的にロシア軍の方がそもそもの数が多いのです。
ですから本格的な侵攻が始まった当初においては1週間もかからずウクライナの首都は陥落してゼレンスキー政権は海外へと逃れるのではないかといった話なども出ていたわけです。そのようなこともあって榴弾砲の数そのものもそもそも1対10では効かないぐらいロシア側の方が多かったということを考えなければならないわけです。しかしそのような事情だけで火力差がついているわけではありません。欧米各国からの武器供与があるのだからそのぐらいの戦力差をある程度詰めることができるはずだと考えるでしょう。しかしそこには一つ問題があってウクライナは旧ソ連構成国でありそもそも持っている兵器というのは旧ソ連規格なのです。この点が一つ大きな問題となります。例えば榴弾砲を例にとれば 152mm 砲です。一方において欧米各国から供与される榴弾砲というのは 155mm 砲。榴弾砲の規格が違えばそれに合った砲弾についてもやはり使い回しはできないものですから、欧米各国から榴弾砲と砲弾がいっぱい届いたよとなってもそれはそれとして使うとしてもともと持っていた榴弾砲については使い回しが効かないわけです。ですから武器支援が届いたようとなってもウクライナ自身はそれら届いた兵器をもともと持っていた兵器に補充することができないわけで、ついに備蓄が底をついてしまったと言われています。ウクライナ軍の一撃の砲撃量というのはだいたい5000から6000発程度と考えられており、これまでに50万発程度の砲弾をロシア軍に応戦で買ったと言われています。じゃあ使った分だけ生産すればいいじゃないかとなった時に、ウクライナは攻撃されている側ですから、ウクライナ国内の経済というのは麻痺した状態で砲弾を量産してどんどん前線を届けようというのはちょっと難しいでしょう。一方においてロシア側はその戦場自体にはなっていないわけですから、使った分だけ砲弾作って送ろうということも可能なわけです。しかも一般的な砲弾というのは別にハイテク製品ではありません。第一次世界大戦にすでに砲撃戦が激しかったことからもわかるように、すでに量産技術は確立されており、別に作るのに難しい話ではありません。ですから同じ旧ソ連規格の砲撃戦をずっと続けていくというのは基本的に補充がなかなか効かないウクライナ軍側の方が不利だというわけです。もちろん武器供与があってだんだんと欧米製の榴弾砲に主力が入れ替わっていくことはできるわけですが、プラスアルファとして榴弾砲が増えていくというよりも、もともと持っていた旧ソ連規格の榴弾砲が砲弾が尽きることによって脱落していくというのがウクライナ軍側にとっては頭の痛い問題なわけです。しかし2014年のクリミア半島のロシアによる併合以後において戦い自体はずっと続いていたんだから、そのような砲弾についてももっともっと備蓄していればいいじゃないかといった問題はあります。この点について言っても残念ながら備蓄はしていたんだけど吹っ飛んでしまったという事情があります。それは2017年ウクライナの武器弾薬の大規模な施設が大爆発するということがありました。この出来事に関してウクライナ側はロシアのスパイによる破壊工作であったのではないかというふうに述べています。その当時の爆発の映像などを見るにかなりの量の武器弾薬が吹っ飛んだということは想像できます。その武器弾薬庫においてはミサイル、ロケット、そして砲弾などを中心として多くの武器弾薬を溜め込んでいた場所とされています。もしも2017年のこの大爆発事故というものがなければ、現在においてももっともっとウクライナ軍に砲弾の余裕はあったかもしれません。では一方のロシア軍の方はなぜそのように砲弾がまだまだいっぱいあって大量に撃ち込んでくるかといえば、それは砲弾については長期の保存が可能だということがあります。ロシアは旧ソ連諸国の中においてもまさに中心的な国家でした。そしてソ連というのはアメリカを仮想敵国として武装を整えてきた国です。核戦力の整備といったものが最も目立つわけですが、一方において通常兵器の備蓄というのも進めてきました。そのために半世紀以上の前の戦車なども未だに保管されていたりするわけです。そしてソ連の話を持ってくると、そんな昔の話を持ってこられてもと思うかもしれませんが、例えば適切に管理された砲弾というのは何十年と持ちますよという話を理解するためには、じゃあ不適切に管理された砲弾などがどれくらい危険なのかといった話などもしましょう。例えば日本は第二次世界大戦で戦争を戦いました。その時は日本本土に
空爆もされましたし、艦砲射撃、また地上戦なども行われて、砲弾などもたくさん日本の土地に残りました。戦後、特に現代においてもなお、それらの爆発物の中には不発弾として発見されるものがあります。1945年のその終戦の時以来、そして現代においてもなお、不発弾が見つかった時には爆発する危険性があるからということで、不発弾処理のために自衛隊がその周辺の住民を避難させます。随分と年月が経ったからもう全然危険性がないやというのであれば、そのような不発弾処理などは一切行う必要がありません。ああ、昔の不発弾が見つかったんだ、じゃあショベルカーで掘り起こして鉄くずとして処理しようなんていうずさんなことはしないわけです。そのように自然の中に放置されたようなものですら現代においても爆発する危険性があるわけで、武器弾薬庫などでちゃんと管理していれば、たとえソ連時代に作られたものであっても現代においても使用することが可能なわけです。なお、今回の話では、ドンバス地方における戦いで砲撃戦が激しいといったところから、榴弾砲とその砲弾についての話をしてきましたが、一方において、精密誘導兵器について言えば、ロシア軍はかなり備蓄が底をついて、細々と生産したものがわずかに今では投入されるような状況になってきました。というのも、開戦当初においては、ウクライナの西部に至るまでミサイルを飛ばしていたロシア軍ですが、現在のところでは、ほんの数発といったものを時たまやるぐらいまでその攻撃は少なくなっています。ソ連時代の遺産を何とか吐き出すような形で戦闘を続けているのが現状で、ロシア軍の投じてくる新戦力というのは基本的には新鮮さはほとんどないわけです。とはいえ現実問題としてウクライナ東部の戦いにおいては榴弾砲の数においてもロシア軍の方が多いし、また砲弾について言ってもソ連時代のものを引っ張ってくればまだまだ使えるよというロシア側の方がどうしても火力としては上回っているわけです。そのためにウクライナのゼレンスキー大統領はもっともっと重火器の支援が必要だと欧米各国に訴えかけています。欧米各国としては今更ウクライナ軍が保有している旧ソ連規格の砲弾を作るといったことは現実的ではありませんから、これら旧ソ連規格の榴弾砲を全部西側諸国の NATO 規格に合わせたものに入れ替えるぐらいの武器支援といったものを今後もすべきでしょう。そうでなければ火力で押されている状況といったものが続くわけで、ウクライナ軍がいくら前線しているとは言っても両軍の消耗はあまりにも激しくなってしまいます。なお榴弾砲という面で言えば、実は日本はかなり榴弾砲を保有している国です。限られた予算の中で最新の兵器を揃えていくとどうしても予算不足になります。一方において榴弾砲そのものについて言えばあまり高価なものではありません。しかし近年においては予算の問題もあって榴弾砲の削減を進める方向へと進んでいますから、このような削減予定の榴弾砲を解体する名目でポーランドなどに流して、その解体品としての譲渡をウクライナにするといったようなかなり変則的な支援などもできるのにななんていうこともちょっと思ってしまいます。日本の榴弾砲も NATO 規格と同じ 155mm 砲であり、今後そのものを削減するにあたって砲弾もきっと余るでしょう。以上のようにウクライナ東部ドンバスにおける戦いは砲撃戦のような遠距離攻撃といったものを両軍が行っている状況で、ロシア軍の側の方がソ連時代の砲弾などを引っ張り出すことによってウクライナ軍を圧倒しているという状況に陥っています。このような状況を覆そうと思えば、もっともっと大量の兵器を供与するか、もしくはゲームチェンジャーとなるような遠距離ミサイルなどをもっともっと大量にウクライナ軍側に供与するといったことなどが必要となるでしょう。現在のように戦闘機や1000級の戦車などについてはウクライナに供与しないといったような中途半端な形での武器支援を続けるようなことをしていると、どうしても戦況を劇的に変えることが難しいために、この戦争そのものを長期化してしまうと私は思っています。今後ウクライナ軍が南部ヘルソン州で進めている領地奪還の攻撃がうまく進んでいけば、ロシア軍の戦力というのも分散し、ドンバス地方における圧力というのも減少するでしょう。それまでなんとかウクライナ軍には持ちこたえてほしいものです。というわけで今回の動画は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。